今回は理想のチャンバー装着パート3としてチャンバーを理想形にするためのサイレンサーを製作するよ。前回の動画でエトス製チャンバーで気になってたサイレンサーの位置と向き、取り付け方法を修正したよ。一応はそれらしい形にできたんじゃないかな。その上でジャハチャンバー用に自作したサイレンサーで外観を確認した。ただこの自作チャンバーは左右出しのジャハチャンバーに合わせたもので、長さや太さが右2本出しだと微妙な感じだったね。そこで今回は右2本出しのエトスチャンバーにマッチするサイレンサーを自作することにした。実際のところエトスチャンバー用のサイレンサーに近いサイズのものを自作する感じだね。エトスサイレンサーのパイプサイズは外径 55mm で長さが 285mm くらいだね。せっかくなんでエトスサイレンサーをばらして構造を確認してみるよ。ばらす方法は前後端部のリベットの頭をドリルで飛ばして前後のキャップを外すだけだね。前後のキャップと中のパンチングメタルが一体になってるみたいなんで、ハンマーで叩いて片側に押し出す。そうするとグラスウールとパンチングメタルが出てくる。予想通りで内部は溶接された一体構成になってたね。グラスウールは未燃焼ガスとオイルのスラッジで真っ黒になってるね。このパンチングメタルを洗ってグラスウールを交換すれば消音性能はおよそ新品に近くなるよ。前後のキャップは鉄板のプレス成型品だね。パンチングメタルは外径 26mm、穴径 3mm のピッチ 5mm ってとこだね。それを踏まえて製作のために手配したのはカーボンパイプとアルミのプレートやパイプ、パンチングメタル、丸棒ってとこだね。アルミ材料は前後のキャップを作るのに試しに色々と買ってみた。それと消音の要になるグラスウールだね。カーボンパイプはアリエクで買ったもので、外径が 56mm で厚みが 1mm のものを選んだ。ツースト用のサイレンサーに使えるようなサイズのカーボンパイプは他にもいくつかあるね。そうしたら部品を製作していくよ。まずサイレンサーの両端部に使うエンドキャップを作っていく。チャンバーボディ側はサイレンサー全体を支えるんである程度の強度を持っておきたい。だからアルミの丸棒からキャップ形状に削り出していく。この部品は小さくて込み入った形状なんで、いろいろなバイトを駆使して加工する必要があって、結構手間がかかるんだ。全体にシビアな寸法精度が要求される部分はないんでざっくり削ってるね。こんな感じでカーボンパイプの両端に取り付けるエンドキャップの基本形ができたよ。チャンバーに固定するタップ穴の位置は簡単な位置決めジグを作ったからそれを使うよ。こういった PCD が元になる穴の位置決めは結構シビアだったりするから手書きだけじゃずれちゃうケースが多いね。チ
ャンバーボディに取り付けるタップ加工をして、この部品は完成だね。テールエンド側も基本的には同じ作りで、カップが必要ないのとテールエンドのパイプに合わせた穴の寸法が違う程度だね。次にテールエンドのパイプを作るけど、これは 25mm のアルミパイプをベンダーで曲げる。ベンダーで曲げるときに火で炙ると曲げやすいけど、そうするとベンダーに接触してる部分が予想以上に変形しちゃう。だからここでは火で炙らずに力技だけで曲げてるね。曲げ角度を揃えるのも気を使うところだね。ちなみに以前自作したサイレンサーのテールパイプは火で炙って柔らかくして曲げたけど、そうしたら下側にシワができちゃった。今回は以前作ったものみたいなシワは入らないけど、曲げ R が大きめになってるかもしれないね。パイプとテールキャップを組み立てたイメージはこんな感じだね。次はパンチングメタルの筒の製作だよ。今回使うのは板厚 1mm、パンチングの穴径は 6mm で 9mm ピッチで開いてるものだね。パンチングメタルは 25mm のアルミパイプに沿わせて丸めて筒状にする。板厚 1mm だから手作業で十分に曲げることができるよ。一通りの部材ができたところでテールエンドを溶接で組み立てる。まずエンドキャップにテールパイプを溶接する。小さく入り組んだところの溶接で板厚も薄いから要領よく溶接しないと部材が溶け出しそうだね。それからパンチングメタルをエンドキャップに溶接する。あとパンチングメタルも筒状に曲げただけじゃ心もとないんで溶接しておく。パンチングメタルはすぐに溶け出すんで溶接の難易度は高めだね。個々の部品ができたんで組み立ての確認をするけど、内部部品の出来上がりはこんな感じになるよ。エトスサイレンサーは中身が一体だったけど、ブプ主はチャンバー側キャップは個別部品にしてる。こうすればエンド側キャップだけを外してグラスウールが交換できて楽なんだ。ここでサイレンサーの長さをイメージするため、針付けで一木目ジグでサイレンサーを仮組みして位置や長さを確認してるよ。サイレンサーボディの長さは 275mm にしてるけど悪くはなさそうだね。ちなみにバンドソーでカーボンパイプを切るのは金属を切るより簡単に切れるね。とはいえまっすぐに切るのは結構難しかったりするよ。切りっぱなし状態でインドキャップをはめ込んでみる。エンドキャップを取り付けるとこんな感じでパイプ切断部分が不揃いになってちょっと不格好だね。ここをうまいこと均等に揃えたい。パイプの切断面を揃えるための簡単なジグを作って、これで合わせてベルトサンダーで削れば切断面が揃う。こんな感じで単面を揃えることができるね。キャップを取り付けても単面に違和感はなくなった。次にリベット用の下穴を開けるけど、リベット位置がバラバラだとカッコ悪いからそれなりにシビアに位置を合わせてる。切断面を揃えるジグに下穴の位置決め機能も持たせてるんで、
それを使って穴位置を決める。下穴で位置が決まればリベット穴を開けるのは簡単だね。細かなところをこだわらなければジグはいらないけど、以前自作したサイレンサーで気になったところの改善を試してみた感じだね。手作業だと単面合わせに限界がある。リベット位置もこう見ると90度の塔配分になってないのがわかるね。次にグラスウールを入れるけど、今回はパイプが細めなんで結構大変だね。パイプバンドを使ってキチキチに締め上げながら押し込んでるね。最後はプラハンで叩き込んでリベット穴を合わせてる。最後の作業としてリベット止めだよ。リベッターは電動ドリルで締め上げてかしめるタイプを使ってるよ。一般的なものより頭の径が大きいタイプのリベットだけど、芯が太いからハンドリベッターだと効率が悪くなる。頭の径が大きい分、パイプに使うと箸が浮いた感じになるからプラハンで叩いてパイプに沿わせるようにしてるね。これで自作サイレンサーの完成だよ。せっかくなんで重量を比較してみるけど、今回のものは 316g だね。エトスのアルミサイレンサーで 680g ってとこ。以前にも測ってるけど T2R のステンレスサイレンサーで 525g。 前に自作したサイレンサーは 254g で最軽量だね。そうしたら反射体のジグに取り付けて仕上がりをチェックしてみるよ。以前の自作サイレンサーとあまり変わり映えしない感じだけど、悪くない仕上がりかな。一応新旧の自作サイレンサーで比較してみるね。こうやって比較すると今回のサイレンサーの方がシュッとした印象だね。理想のチャンバー装着への道を進む中でなかなかいい感じのサイレンサーができたんじゃないかと思ってるよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。